ねえ、今夜の話、最初から少し空気が重いわ。AI が金融の守りに入ってくるのよ。守るだけじゃなくて、攻める相手の弱点探しにも使うのだ。未来が一歩先に行った感じなのだ。それ気になるじゃん。じゃあまず、その AI とお金の話からいこっか。金融の大手がアンソロピックと NEC の連携に入る方針を固めたのだ。AI を守りに使う流れが広がってきたのだ。へえ、銀行や証券や保険まで巻き込むので、サイバー攻撃に本気で備えるってことかしら。守るだけじゃなくて、サービスも強くするってのが熱いじゃん。高性能な AI は弱点を見つけるのも早いから先回りが必要なのだ。それを敵に回したら厄介すぎるわね。防御、ディフェンスを固めないと困るわ。お、メタン先輩、急に黒い感じ出すじゃん。そういう言い方はやめなさい。私はただ現実を見てるだけよ。三井住友 FG や大和証券 G 本社、明治安田生命も入る方針なのだ。つむぎさん、その例えはかなり伝わりやすいわね。金融って一つ止まると広い範囲に響くもんで、学校の連絡網が一気に動かなくなる感じあるじゃん。その例え、なんだか地味なのだ。でもわかりやすいのだ。地味でも伝わるなら勝ちよ。で、気になるのはそこから何が変わるかね。サイバー攻撃対策だけじゃなく、金融サービス自体も賢くしていく見通しなのだ。入力が少なくなったり、待ち時間が短くなったりしたら助かるよね。便利になるほど、止まった時のダメージも大きくなるわ。だから作る側と守る側が一緒に動く意味があるのだ。みんなは AI に任せるなら安心と便利さ、どっちを先に取る？私はまず人の目が残っている方を選ぶわ。次はアメリカの物価の話なのだ。 CPI が去年と同じ月より 4.2% 上がったのだ。 CPI って物価の上がり方を見る目安だよね。4% 超えはかなり強めじゃん。おまけに3年ちょっとぶりの高さよ。落ち着いたと思ったらまた熱を帯びてきたわね。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油価格が高騰したのが大きいのだ。あの海峡は世界のエネルギーの通り道みたいなものだから、詰まると一気に響くわ。通学路の大きい橋が急に混むみたいな感じかも。そこが止まると全部遅れるじゃん。ガソリン価格の上昇率は 40.5% で、医療品や住居費も上がっているのだ。ガソリンだけじゃなく、いろいろ連れて上がるのが嫌なところね。家計にじわじわ刺さるわ。買い物のたびに、あれ、前より高くない？ってなるやつだよね。食品やエネルギーを除いたクワも 2.9% 上昇。伸びは3ヶ月連続なのだ。つまり一時的な波だけじゃない。って見られているのね。FRB ってアメリカの金利を動かす中央銀行みたいな役目だよね。利上げすれば借りるお金は重くなるから、物価を冷やしたい時に使うわ。だから年内にも利上げ観測が出ているのだ。そうなると、ローンとかカード払いの負担も気になるじゃん。金利が上がると、投資の空気も変わるわ。私の薄いお財布にはもっと厳しいけれど。家計にとっては、買うものの値段と借りるお金の両方を見ないといけないのだ。みんなは、まずガソリン派？それとも食べ物の値上がり派の方が気になる？最後は東京国税局の処分の話なのだ。税務職員が情報を漏らして、停職3ヶ月になったのだ。それは軽く見られないわね。税金の話って信頼が土台でしょう。こういうのは見過ごせないじゃん。神奈川県内の税務署の30代の男性調査官が酒に酔った状態で飲食店を訪れたのだ。しかも店の運営法人の申告内容まで口にしたのよね。完全に外へ出しちゃダメな中身だわ。お店側からしたらいきなりそんな話されたら固まるよね。店長や店員だけじゃなく他のお客さんにも税務調査の対象と受け取られる発言をしたのだ。周りにいる人まで巻き込むのが余計にまずいわ。静かに済む話じゃないもの。会計の時に店長の顔に手が当たり、打撲などの怪我も出たのだ。情報の問題に怪我まで重なったのか。それはきついじゃん。
後日、謝りに行った時にもまた漏らしたっていうのが、さらに苦しいわね。苦情で明らかになって、国税局は10日付で停職3ヶ月にしたのだ。国税局って、税金を扱う仕事をする役所の一つだよね。そこで信頼を落とすのは痛いよね。そうよ。税務の情報は、ただの噂話とは重みが違うわ。本人は、仕事のストレスとお酒が引き金になったかもしれないと説明しているのだ。でも、理由があるからって許されるわけじゃないのが難しいところだよね。公務員なら、なおさら一歩引いて行動しないといけないわ。人の情報は、酔ってても外で話さないようにするのだ。さっきの話に出た、金融。で、一言で言うとお金の流れのことよ。お金の流れ、なのだ。ずんだもんのずんだ餅資金も流れてほしいのだ。そこは流れてほしいけど、雑に言うと、お金が余ってるところから足りないところへ回す感じね。銀行だけじゃないんだ。企業とか家計とかも入るんじゃ。そう。広い意味では、政府や企業、個人まで含めた資金のやり取り全体を指すわ。経済と同じと思ってたのだ。似てるけど同じではないの。経済は生産や分配、消費まで含むから、金融はその中のお金の動き寄りなのよ。なるほどね。物価の話も会社の連携も、根っこはお金の巡りなんだ。今日は AI、物価、税の信頼って別の話に見えてつながっていたのだ。生活に近いところほど、一つ動くと広く響くよね。概要欄にリンクもあるから、気になった記事はそこから見てちょうだい。コメントで一番気になった話を教えてほしいのだ。また次回なのだ。